こんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。今回は、やっと完成しましたね、このレビュー。チューニングスイッチお化けの KZAS24 ね。なんだかんだ1ヶ月以上聞いてたでしょ？そうだね、5月の入院中に届いてたもんね。溜まってしまったレビューモデルを制作していて、すっかり遅くなっちゃったよ。基本、女曜日を VZ10 と同じでいいの？チューニングスイッチの動作はかなり似てると思うけど、ドライバー構成が全然違うんだよ。これね。何これ ?BA お化けじゃんか。片側中に BA だからね。よくもまあこんなにって感じ。そもそもこんなに必要なの？こんだけ積まないとちゃんとした音出ないの？前回レビューした KZ プリラなんか 1BT プラス 1BA だよ。そうだよね。今回はその疑問が最後まで絡んできそうだね。というわけで早速 BA の構成から。片側中に BA といっても BA の種類自体は4つ。広域担当の BA ほど数が多くなるのは8キロ以上での出力が弱くなるのを補ったり、並列で出力した方が滑らかということもあるんだろうね。ってことは31736が8機のデュアル構成で、広域は31736がメインなのかな？だろうね。そこに30019も絡んで広域を形成。中域、中広域は29689が2機。ここまでで11機。最後に低域用の22955が1機ね。KZ の BA って見た目がブラックの S 付きモデルに改良された時期あったけど、今回の BA は昔からある色なのね。モデル名に S もついてない。確かに。でも色々カスタマイズされてるみたいだよ。詳細は上の通りで安定性やナチュラルな音を目指して新設計されているようだね。そういえばこれいくらだっけ？チューニングスイッチなしバージョンもあって16000から18000円ぐらいみたい。フル BA で搭載数も多いからちょいオーディオ VZ10 よりお高めね。そっかー、素材面からするとそのぐらいの価格が妥当なのかしらね。同じフル BA で搭載数も同じ KZAST も同価格帯で販売されてるからね。そうなんだ。これを高いと思うか妥当と思うかは結局音質次第かな。だろうね。価格帯が違うけどフル BA でも 4BA で綺麗にまとめてる C オーディオブレイバリーとかもあるんで、なんでこんなに BA が必要なのかなーってまた思っちゃったわ。重さは BA を詰め込んでチューニングスイッチまでつけてる割には 8g と思ったほどではないです。厚みは少しありますけど、装着してみると全体に丸みを帯びているので案外しっくりきます。フェイスプレートのデザイン、愛は好きですね。KZ のフル BA モデルの中では一番綺麗だと思いませんか？さて、チューニングスイッチについてですが、本体上のメインスイッチと横のオーブジュリアリースイッチでちょいオーディオ VZ10 と同じ役割ですが、ネーミングがちょっと違ってます。オーブジュリアリースイッチはサブスイッチの言い方で進めますね。では波形を見ていきましょうか。そうだね。流れは先日レビューしたジョイオーディオ VZ10 と大体同じ感じになると思うよ。はい、スイッチの数と役割がかなり似てますもんね。そう、左下のスイッチパターンの波形を色で合わせてみてね。なんでこの3つなんだっけ？原因変化の大きい3つを見てから細かい過去を見ていこうってわけ。そして右がレベルを合わせたもの。VZ10 ではレベルを合わせた時波形に結構違いが出てキャラクターの変化を感じたけど AS24 ではそれほどでもないね。個別に見てみると一番原因変化の大きいピンクのカーブでドンシャリ感が増して広域がきつく感じた。イエローのカーブは低域が少し抑えられてるぐらいで他の帯域はほぼ同じ。細かい部分に入っていきましょう。低域はこのパターンで変化が確認でき、変化幅は色で合わせてみてください。一応スイッチ1以外の8パターンを測定し、有効な3パターンをブルーにしました。有効なトレカと同じ結果になったものはグレーの表示にしています。あとはこれにスイッチ1でゲインが上がったバリエーションが加わります。次は広域ね。こっちは2パターンだったよ。パターンと色を合わせながら見てね。それから中広域以上で変化するパターンが3つ。VZ10 とはこの辺りのスイッチの役割がちょっと違うみたいね。ただ AS24 はもともと中広域の3キロ付近が結構出ていて、低域とのバランスを考慮すると余計出ているように見えるんで、ここあんまり上げる必要なくて、むしろ下げる設定の方が欲しかったかも。スイッチデフォルト状態でこのチャンネルでよく登場する3つのイラピの波形を比較するとこんな感じでした。広域を伸ばすことはできそうですが、抑えるのは難しそうです。AS24 ではスイッチで低域を持ち上げて全体のバランスをとっていく感じになりそうですね。次は AS24 を聞いた印象を教えて。OK。視聴環境はこんな感じ。AS24 に付属するケーブルにしてはちょっとバランスが悪い気がしたんでリケーブルして聞いてみたよ。低域スイッチで持ち上げることを前提にしたためかデフォルトでは物足りない。0010パターンなどで低域を持ち上げた方がバランスはいい。中広域 BA の質感だなと思わせる硬質な印象。歪ませないギターがメロディーを取るような曲はいい感じ。ボーカルにきつさを感じ、視察音もちょっと気になる。広域ここも BA の質感だなと思わせる硬さあり、シンバル系がきつく感じる。トータルまとまり感が薄く聴いていて落ち着かない。広がり感をあまり感じない。長時間聴くのは自分には厳しい。曲を分解して聴くにはいいかもしれないといった印象だったね。ジャックさんは以前からフル BA がちょっと苦手ということでしたね。そうなんだよね。C オーディオブレイバリーだと大丈夫なんだけど KZ のフル BA は苦手かな。
キウイイヤーズクインテッドとか BQ アイズウィンターとかを最近聞いて滑らかさを体感していることもあって AS24 の音の硬さが気になったんだよな。でも滑らかさを追求して BA を改良してきてるんだよね。確かに以前の KZ のフル BA よりは丸くなった感じもするけど、それが音楽的にいいかと聞かれるとちょっと。チューニングスイッチを使っても元々の質感が変わったようにも感じられなかったな。同じスイッチ数ならジョイオーディオ VZ10 の方が面白かった。そもそも私には音域がきつく感じたので低域のスイッチ調整しかしなかった。それなら EQ でささっと調整した方が楽だったわ。チューニングスイッチをいろいろ扱ってみてあまりいっぱいついてない方がいいんじゃないかな。3つぐらいまででいいように思えるよ。選択肢っていっぱいあればいいってもんじゃありませんからね。それも一理あるね。といった感じで AS24 は別に悪くはないんですけど、私にはハマらなかったです。同価格帯のプレイナーモデルの方が好きだなーって思いました。結局 BA ってこんなにたくさん積む必要あるの？あくまで個人的な印象だけど、そんなに積まなくてもいいんじゃない？ということで、片側12個のフル BA とチューニングスイッチお化けの KZ AS24 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。